経営へ、奥の細道。Presented by Ed Hawk。今回のテーマは、独占禁止法です。正しくは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律と言います。世界各国では、一般的に競争法、コンペティションローとして整備されています。独占禁止法とは、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できることを目的とする法律とされています。要するに、法律により不当な取引に制限をかけるということです。しかし、不当とみなされない独占的な事業があります。まず、著作権法、特許法、実用新案法、意商法、商標法の権利行使と認められる行為には適用されません。これらの知的財産権は法的に守られるわけです。著作権については、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生する無方式主義になっているため、特別な手続きは必要ありません。特許法、実用新案法、意商法、商標法の産業財産権は特許庁への出願が必要になります。知的財産権の行使は自身の事業成功にも重要ですが、他の人の権利を侵害しないように注意することが重要です。また、初期投資が莫大で、規模の経済性のため、先発企業が有利な時に起きる自然独占や政府の規制などは認められています。自然独占の事業には、電力、郵便、鉄道、上下水道などがあります。政府の規制による独占は、タバコ、公営ギャンブルなどが典型です。さて、独占禁止法が規制する内容を見てみましょう。独占禁止法で、禁止、制限されている独占は、公正取引委員会が取り締まります。今回は、典型的な規制対象である、ダンピング、カルテル、談合、トラストについて見てみましょう。ダンピングとは、他企業の事業妨害のために、原価を下回る価格で販売することを言います。カルテルとは、同業種の企業が取り決めをして、商品の価格を同じにするなどの行為です。談合とは、入札業者同士で、事前に話し合って入札内容を調整することです。トラストとは、同業種の企業が合併して、経営規模を大きくすることです。さて、まずは、ダンピングについて学んでいきましょう。ダンピングの禁止とは、総販売原価を下回る価格での販売の禁止です。ここでは、総販売原価の意味することを明確にする必要があります。まず必要なのが、メーカーなら製造原価、販売会社なら仕入れ原価です。そして、広告宣伝費や販売手数料の支払いなど、販売費、従業員給与や家賃、光熱費などの一般管理費がかかってきます。それに、利益を乗せると、販売価格になります。利益を除いた部分を、総販売原価としています。この、総販売原価よりも安い販売価格は、ダンピング価格として規制されています。要は、利益のない販売はダメということですね。しかし、場合によっては、利益なしで、赤字でも売りたい時がありますよね。その時のために、ダンピングに該当しない、低価格販売が認められています。生鮮食料品において、品質が急速に低下する時の安売りは、不当とは言えないでしょう。季節商品では、季節が過ぎ、在庫処分として見切り販売することも、不当とは言えないでしょう。市場の需給関係から、取り扱う商品の価格が低落したときは、それに合わせて安売りするのも、不当とは言えないでしょう。傷物や半端物の商品が残った場合、相当の減額をすることは、むしろ当然のことでしょう。新規開業、店内改装等の場合、一時的な連売は、いわゆるおとり連売に当たらない限り、期間や対象商品を限定すれば良いと考えられます。閉店セール、これが一時的、かつ、一回的なものであれば、不当とまでは言えないケースが多いと思われます。次に、カルテルの禁止です。カルテルとは、同一業種の各企業が、独占的利益を得るために、価格協定を結ぶことでした。A 社、B 社、
C 社の3社がいたとしましょう。みんなで値上げしよう、競争なんてやめちゃおう、その方が儲かるね。各企業が高い価格を申し合わせて大きな利益を得ようとすると、消費者への負担は大きくなります。こうしたカルテルは禁止されています。カルテルにも適用の除外があります。税制度の変更につけて、その増税分などを価格に反映することを申し合わせることは許されています。転嫁カルテルと呼ばれています。同様に、税額の表示方法についても、申し合わせをしても良いことになっています。また、音楽の二次利用についての料金や、路線バスなどの金額のカルテルも許されています。かつては、製造業の不況カルテル、合理化カルテルなど、多くの例がありましたが、近年は極めて少なくなっています。談合の禁止は、指名入札業者が、競争入札を避けて話し合いをすることを禁止しています。A 社、B 社、C 社の3社がいたとしましょう。各社が申し合わせて、今回は C 社が落札できるように、その次の入札では A 社に、その次は B 社。このように、仲間内で入札価格を調整する行為です。これでは、毎回、同じ顔ぶれの業者が、受注することになってしまいます。そして、トラストの禁止です。トラストの禁止とは、同一業種の複数企業が結合して、市場を独占することです。今まで、ライバルだった A 社、B 社、お互いに市場で競っていました。ある時、お互いに競争するよりも、一緒に協力して、市場を独占した方が楽だ、と思いついて、合併会社、AB 社を立ち上げました。こんな企業活動は、禁止されています。これでは、消費者にとって、市場で選択する商品がなくなってしまいます。しかし、過度と判断されないトラストは違法ではありませんので、一般に、企業合併は盛んに行われています。皆さんの事業の成功のために、ぜひともチャンネル登録をしていただき、次の課題に進んでください。